歯車さえ揃えばあなたも殺人犯になってしまう可能性があるんです。あれ、グラントは来てないのか。グラント・アマト、メキシコティンバークリーク高校の同級生は久しぶりに再会しお酒を飲んでいました。グラント・アマトはアマト家3人兄弟の末っ子、立派なマイホームを構え豊かな生活を送っており、同級生たちの憧れだったんです。そんなエリートのグラントが同窓会に来ていない。一体なぜなのか。ああ、お前グラントの話知らないのか。聞いて驚くなよ。あいつさ、アイドルにハマりすぎて家族を殺しちゃったんだって。エリート人生から一転、殺人犯に転落してしまったアイドルオタクグラント・アマトはなぜ最悪の結末をたどってしまったのか。その過程は誰にでも起こり得る平凡な過程の積み重ねだったんです。おそうす、時間は限られてるから人生やらないことを決めることも大事。ケンちゃんです。はい、アルゴメトリーの紫担当、闇闇子です。本日皆様にご紹介するのは太い実家、つまりね、もう金持ちのね家に生まれてね、何不自由な暮らしていたのに、なぜかねアイドルにはまりすぎて、そこから家族を殺すことにね手を染めてしまったグランド・アマトというね、非常に恐ろしい男をね紹介していきます。いやいや、アイドルにハマるのはいいんだけど、家族殺すまでどうやったら行っちゃうのよ。そもそもね、人殺すのなんでって普通思うじゃないですか、でもね、画面の底の方もねないと思うんですけど、もう何かのきっかけでね、ちょっとあいつムカつくわとか、もういろんな感情動くことってあると思うんですよ。それがね、今回の動画のね理由がね正しいかどうか置いといてね、なんでグランド・アマトがそんなことに至ってしまったのか、経緯を見ていきたいと思います。終わりの始まり。2019年1月24日、これが運命の日になるんです。そう、グラント・アマトが家族を殺害した日。我々とかけ離れた存在のように感じる殺人犯。しかし誰に起こっても不思議ではない普通の出来事の積み重なりの末生まれていくんです。そんな運命に翻弄されるグラントは1997年アメリカ合衆国のフロリダで生を受けました。2人の兄がいる末っ子、父のチャドは薬剤師として活躍し、経済的にはかなり裕福。さらに母マーガレットは非常に愛情深い人物だったこともあり、子供たちは何不自由ない生活でした。そんな中、特にグラントの人生を彩ったのは2つ離れた次男コーディの存在。2人は親友のように過ごし、同じような進路をたどっているんです。高校は地元のティンバークリーク高校を選択。そしてウェイトリフティングチームに参加し、いつも2人で練習していました。高校卒業後はまたまた2人揃ってセントラルフロリダ大学へ。しかも学部も同じ。大人になったら同じ仕事に就き、お揃いの BMW を購入し、最終的には実家に戻ろうという計画を立てていたんです。珍しくない？こんな年近いのに仲いい兄弟みたいな。大体仲悪いじゃん。確かに俺もね、姉ちゃん2人いるけどね、みんなバラバラ。人生バラバラです。人生仲も悪いんだ。仲は仲いい。でもね、仲いいのはいいけどね、同じ道をねここまでね一緒に決めすぎちゃったってことがね、これがね後々ね尾を引いてくるんです。2人は大学で看護学を学びました。そして卒業後そのまま看護師にはならず、さらに麻酔科の学校に進学。グラントの人生のターニングポイントはここでした。この麻酔科の学校、次男のコーディは無事卒業するんですが、グラントは落第してしまうんです。結局看護師になれなくなっちゃったってことなの？そういうわけじゃないですよね。そこは大丈夫なんですけど、看護師っていうことに対するね、アメリカという国のある制度がね関係しているんです。アメリカでは看護師は大きく2つに分かれます。1つはレジスタードナース、通称 RN と呼ばれる看護師で、試験に合格しライセンスを持っている一般的な看護師。もう1つがアドバンスドプラクティスレジスタードナース、 APRN と呼ばれており、これはある特定の分野を深く学んだ看護師のこと。 RN の一般看護師よりも業務の幅が広がり、それに伴って年収も大きく変わってくるんです。グラントら兄弟は麻酔科の学校に通っていたわけなんですが、彼らが目指したのはこの APRN の一種で CRNA と呼ばれるもの、つまり麻酔の資格を持った特別な看護師なんです。実は麻酔は基本的に医師が打つもので、看護師が打つには専門の資格が必要になってきます。つまりグラントは麻酔の学校を落第してしまったため、麻酔も打てる看護師にはなれなかったんです。そしてその後グラントは CRNA ではなく普通の看護師 RN となるんです。そしてここで問題が発生するんです。グラントが看護学校に通っていた時期、普通の看護師 RN の年収は72,180ドルほど、ざっくり800万円。では CRNA、麻酔も打てる看護師の平均年収は実は15万7000ドル、当時の日本円で1800万円ほど。高額な看護師の年収のさらに倍以上あるんです。この非常に大きな差がずっと同じように育ってきた次男コーディとの間に生まれてしまったんです。皆さんはこの時のグラントの苦悩に想像がつきますか？いやいや、でも
年収800万だよ。全然十分じゃないのよ。まあアメリカのね、うん平均年収500万っていうところで、世界的に見るとやっぱりねアメリカの平均自体が高いんですけど、その中で800万円もらったってことで他のねアメリカ人と比べると、まあ、裕福なね十分じゃん。方だと思うんですけど、まあしかしね人間っていうのはね国全体がどうとかじゃないんですよ、うん自分のね仲いい人と比べちゃうんですよ、そことの評価で800万だと低いですよっていうところで不幸を感じてしまったんです。だからこそずっと一緒にいた兄と比べて自分なんてっていうね考えに至ってしまったというわけなんです。こうして普通の看護師として働き始めたグラント。しかし自己肯定感を失い早々にうつを発症。気力が全く湧かない日々。その一方で看護師の仕事は非常に激務。このギャップがグラントを追い詰めていくんです。そして彼はあることを始めます。それは窃盗。職場で薬を盗むようになったんです。うつのグラントは一体なぜ窃盗を始めたのか。意味わかんないんだよ。薬が欲しかったわけそもそも。まあそれとはね別にね、もう一つのね厄介なね病気にかかってたんですよ。それはね窃盗という行為自体をね楽しむというねもう恐ろしい病気なんですけど、これは通称ねクレプトマニアと呼ばれているんです。というわけで本日のメトラキーワード、クレプトマニアとは窃盗を繰り返してしまう精神障害の一種。窃盗を行う際の緊張感、そして窃盗後の解放感から来る精神的な起伏に快楽を見出している状態で、常習性が高いことも問題となっているんです。クレプトマニアになると、もはや盗むのは重要ではないんです。窃盗そのものが楽しくなってしまうんです。でも皆さん思い出してみてください。日本のニュースでも別に経済的に対して困っていない人がコンビニで数百円だけ盗んだりしますよね。それはまさにこのクレプトマニアによるものなんです。うつをね発症していたグラントが、現実逃避したい気持ちは分からんでもないんですけれども、窃盗でそれをねもう回避しようっていうこと自体やっぱり許される行為じゃないんですよ。この窃盗はすぐに会社にバレました。警察も介入し逮捕されます。しかしここで彼に救世主が現れるんです。それはグラントと親友のように育った兄コーディ。なんと彼が賠償金として$8000を支払いました。その結果告訴は取り下げに。グラントを鬱にさせたエリートの兄は同時に彼の最大の味方でもあったんです。ですがこれで万事解決とはいきません。この事件を機にグラントは解雇され無職になってしまったんです。では彼はここからどうするのか、立ち直ることはできるのか。グラントは引きこもりになるんです。頑張りなさいよ。まあ本人の立場になんないと分かんないところもあるんじゃないですか。まあね難しいですよね。許さない私。グラントは大学で看護を学び、その後麻薬科の学校へ行くという形でずっと看護師になるために時間を捧げてきたわけなんですが、この一点集中したもので失敗するというのが一番辛いんです。高校野球でも甲子園に行けなかった選手の中にはなかなか立ち直れずしばらく野球をやるどころか野球という単語に拒否反応を示すようになる人までいるんです。そしてねこういう挫折に苦しむ人っていうのが引きこもりがちになるんです、以前ねメトラキーワードで別の動画でも紹介したんですけど、学習性無力感というね、挫折っていうのはですね自分が無力であることを認識してしまうんですよ。だからもうますます自分なんてもう何もできないってなってどんどん引きこもりになっていっちゃうんですよね、こうなるとですねもうなかなか次のステージにね行って頑張ろうっていう気力が生まれなくなってどんどん負のループになってしまうんです。引きこもりは社会問題になっているんですが、現在の日本でも人口のおよそ 1%、100万人以上いるとも言われているんです。そんな中、グラントはなんとか自分の道を見つけることに成功するんです。それはゲーム実況。実家の寝室に引きこもる中でゲームに熱中していたんですが、それを生配信し始めたんです。するとゲーム配信サイト Twitch で人気者に。これを今後の収入源にと考えていました。よかったじゃないグラント。ですがねこの吉報と同時進行でね彼の人生はどんどん崩れていってたんです。人生を壊す出会い。グラントはゲーム配信をしないときは逆に他の人の配信を見ていました。そこで一人の女性に出会うんです。その人物がこちら。長く綺麗な黒髪が魅力的なブルガリア人シルビー。グラントは恋に落ちたんです。しかし二人の関係は配信者とファン。コミュニケーションを取るには配信サイトに課金し会話するチケットのようなものを買う必要があるんです。そしてこのシステムがグラントを変えてしまいます。会話のチケットはトークンと呼ばれるものだったんですが、シルビーと5分話すには450トークンが必要に。そして450トークンの代金は54ドル。当時の日本円で言えばおよそ6000円。つまりわずか5分話すだけで6000円が必要なんです。とんでもなくない？キャバクラでもそんなしないんじゃないの？キャバクラ行ってんの？もし私働けそうかしら？いや働けそうかしら？なんか調べたんですけど、東京のね平均1時間5000円ぐらいらしいんですけど、いやそれと比べるとさ5分で5000円6000円、もうすごい世界ですよね、本当に。でもそれでも買う人がいるっていうことだよね。っていうことですよね。需要と供給で成り立つんでね。非常にお金のかかる片思いですが、グラントはただ話すだけでは満足しません。彼は本気でシルビーに恋をしています。つまりシルビーを落としたいんです。そこでグラントは自分をよく見せようと考えたんです。さて彼は一体何をしたのか、皆さんも予想してみてください。あんただったらどうすんの？これインフルエンサーに結構遠いところじゃない？インフルエンサーの人ってリアルに繋がってないし、どうやって口説くの？これ
やっぱね、もうインフルエンサー最新のね力を持ったね最新の人じゃないですか。最新の力って何？古風な方がお響くかなと思って。なるほどなるほど。僕はね、和歌を読みますね。ケンちゃんには和歌を送ってあげるといいらしいです。大丈夫です。ここでグラントが取った行動、それは自分をプロゲーマーと偽ること。ゲーム実況をしていたんで、これはまあ成立しそうにも思えますよね。ですが問題が一つあるんです。グラントはただのプロゲーマーではなく、成功しているお金持ちプロゲーマー感を出そうとしたんです。金持ち感を出したいグラントは高価なものを買ってシルビーに貢ぎました。ただでさえコミュニケーションにお金がかかるのに、それ以外でもお金使いまくりなんです。しかしここで一つの疑問が生まれます。そう、お金はどこから手に入れていたのか。看護師時代に彼が働いた期間は非常に短期間、大した貯金もないんです。そこでグラント家族のクレジットカードを不正利用したんです。まあ別にね、こういうアイドルをね好きになるのはねいいと思うんですよ、自分の人生ですから。もちろんでもね、お金を盗むのはちゃうやろというね、そういう話なんです。シルビーも別にこんなことをしてほしいとまでは絶対思ってないよ。そんなね汚いお金もらってもねしょうがないですよ。これシルビーのせいにされてもシルビーは困っちゃうから。父親や過去の逮捕時に助けてくれたコーディから奪ったクレジットカードはあっという間に限度額に達します。そうなればこの犯行もバレるんです。ごめんね、説明しなくて。俺ゲーム実況やってるんだけど、その制作費的な感じで使っちゃったんだよね。まさに苦しい言い訳。そもそもその使い方で限度額超えないだろうとか、そもそもその理由だったらいいわけじゃないぞとか、まあ反論しかない言い分っすよね。しかしそもそもうまい言い訳をする気などなかったんです。なぜなら以前逮捕された時のように家族は自分を助けてくれると思っていたから。そうして盗んだお金はとんでもない額になっていくんです。わずか数ヶ月の間になんと約20万ドル、日本円にして2000万円以上。さすがにこれに痺れを切らしたのが父チャド。ある日グラントにブチギレ説教。ワーオ。その結果グラントは家出することに。逆ギレもいいとこよ本当に。まあ、お父さんはね当然まあ切れてたんですけど、兄のコーディめちゃくちゃ優しくてですね、グラントの気分転換リフレッシュのためになんと1万ドル、まあ、日本円にしてね、まあ、100万円近くをね使ってもう日本のね10日間ぐらい旅行するっていうね、そういう計画をやってね、弟をねこう面倒見てたんですよ。すごいお兄ちゃんじゃない。優しいですよね。私にもコーディ欲しいわよこれ。いやいや物みたいに言うな。この後ねグラントは一体どうなってしまうのか。そしてグラントには変わらないところがあったんです。家出するも行く当てのないグラントは叔母のドナ・アマトの家に行くんです。一緒に生活する中で叔母のドナもグラントの様子がおかしくなっていることを感じていました。待って、なんで？一体どういうこと？ある日銀行に行ったドナは通帳を見てあっけに取られるんです。そこには身に覚えのない請求。そしてそれはその後も続いたんです。一体なぜハッキングでもされたのか。調べてみるとグラントがクレジットカードの情報を盗み不正利用していたんです。事態を知った父チャドラはこの件を告発しないよう叔母ドナに懇願します。コーディはグラントが盗んだお金を全て補填するとまで約束するんです。叔母ドナに懇願してきた時の父チャドは泣き崩れていたと言います。彼の泣き声を聞くのは知り合ってから27年間で初めて。実はチャドはグラントが人知れず生み出していたおよそ15万ドルの借金を処理するためマイホームを担保にしていたんです。家族に迷惑をかけ犯罪を何度も繰り返してしまったグラント。その裏にある動機は最初から変わりません。それは常軌を逸したシルビーへの愛。では彼は一体なぜシルビーにそこまで熱中してしまったのか。ここに人間がアイドルにハマる時の最もありふれた形が見られるんです。推しがいる人は推しが魅力的だったからハマったと考えるでしょう。ですがそうではないんです。ハマる理由は推す相手ではなく自分の方にあるんです。大抵の場合好きなアイドルが生まれたタイミングはその人の人生にとって何らかのつまずきがあったり何かが変わる転機の時期だったりするんです。アイドルの存在がその時の心の穴にピタッとうまくハマってくれたからその相手に2つの意味でハマったんです。そう重要なのは自分の精神状態の方。引きこもり生活でどん底にいる時に出会ったからこそシルビーはかけがえのない存在になるんです。彼女を否定することはグラントにとって彼女と出会ってから立ち直ろうともがいていた時間を否定することになるんです。ただ好きっていうだけの感情じゃないのね。超えちゃってんのね。まあなかなか難しいんですけれど、こんなねグラントを救うため家族はね一致団結して行動に出るんです。ラストチャンス。2018年12月22日早朝、家族はグラントを車に押し込み南フロリダへ。向かったのはリハビリクリニック。生活の自由が制限されており強制的にシルビーとの接触が禁じられる場所。家族はここでグラントの再起を図ります。なおこの時の費用1万5000ドルはまたまた兄コーディが支払ったんです。1月5日2週間のプログラムを終え帰宅。そこで家族会議が行われます。このまま家に残りたいならこのルールを守りなさい。父チャドは絶対遵守のルールが書かれたリストを提示します。そのリストの名前はゼロトレランスポリシー。内容はグラントが仕事に就くこと、夜にネットをしてはいけないこと、携帯電話を持ってはいけないこと、そしてシルビーと連絡を取ってはいけないこと。この時父チャドはかなり危険なところから借金をする状態にまで追い込まれていたんです。もうここで終わらせるしかなかったんです。いやいや私
これ守れないんじゃないって思うわよ。そんな人間って変われないもの。自分の気持ちに嘘つけないもん。こうなるとね、最終的には家族を取るかシルビーを取るかなんですよ。シルビーとの連絡を完全に断たれたグラント。果たしてこれを機に立ち直れるのか。いえ、そう簡単にはできないんです。時と場合によっては他人は無力。まさに彼にとってこの感情は自分が本当にもういいやと思えた時にしかなくならないんです。グラントにはまだ時間が必要でした。彼の中でシルビーへの気持ちはまだまだ強烈に輝いていました。そこでグラントはある人を頼ります。それはお母さん。自分たちを精一杯面倒を見てくれた愛情の塊のような人。彼は母に頼み込んで携帯を借ります。Twitter を開き DM を送りました。荷物をまとめて家を出てけ。この事態を知った父チャドは激怒するんです。ここでグラントと家族の関係は崩壊。そして真の悲劇はここから始まるんです。2019年1月24日、グラントは家を出ていくための荷物をまとめていました。その時、ふと母の姿が目に入ります。パソコンで在宅勤務をしていました。グラントはそんな母の背後に近づき、そして頭を撃ち抜いたんです。その後彼はすぐに現場から逃走するかと思いきや、そのまま家に。その理由はこの後父チャドが帰宅するから。帰ってきたチャド。グラントは息を潜んで待ち、キッチンに入ってきたところで、最後はコーディ。誰よりもグラントに優しかった兄、そして同時にグラントがつけなかった麻酔の資格を持った看護師となった兄コーディ。不幸なことに、あるいは幸いなことに、彼はきっと自分に何が起こったかわからないうちに死んだんです。なぜなら家に入るなりすぐに頭を撃ち抜かれたから。一体なぜ家族を殺害する必要があったのか。こんなにも心配し面倒を見てくれた家族を。グラントからすればこの時シルビーと交流する上で唯一の障害となっていたのが家族だったんです。大好きなシルビーと話したい。でも話せない。それは家族が邪魔をしているからだ。このように考えたんです。家族の金銭的援助がなければシルビーと会話するためのトークンすら購入できないにもかかわらず、計画性のないこの突発的殺人はすぐに発覚し、グラントは第1級殺人の3つの容疑で逮捕。そして2019年7月31日、終身刑に。現在フロリダ州マディソン郡のマディソン強制施設に収容されているんです。今度こそ本当に愛する人との連絡手段を絶たれることになりました。結末はとんでもない悲劇ですが、これはあなたの身にも起こるかもしれません。